乾杯。乾杯。お疲れ様お疲れ様でです。うん。美味しい。よかったです。そんなに喜んでもらえて。で、美味しいですよね。美味しいですね。私日本酒好きなんで結構いろんな日本酒飲んできてますけど、なんか美味しいです。なんかワインのような日本酒っていうのが分かりました。なんかやっぱ確かに華やかですよね。華やかですね。なんか辛口の日本酒とか。はい。なんか今日はちょっとね、たまたま、これすごくないですか？これ皆さんにもちょっと紹介したい。これ、いきなり今日出てきたんですけどね。酒タワーっていうものらしくって、初めて見ました、私これ。私も初めてです。すごいですよね。日本にないですよね。画期的で、日本酒を今日持ち込ませてもらったら、これ使うって言われて、何って知らなかったんで、持ってきてもらったんですけど、中に氷が入ってて、お酒自体に氷を入れるわけじゃなくて、ちゃんと氷が別の容器に入って冷やされていて、で、こっからこうやって押して、こう出てくるんですよ。こうやって。すごいですよね。すごいです。めっちゃ画期的。画期的。なんか、昔の日本のこう、おちょこに継ぐ感じはちょっとないですけど。なんかやっぱり、おちょこ大変じゃないですか。すぐなくなっちゃうから。ああ、そうですね。そう、これすごいいいですよね。しかもスマートだし、見た目も。水も垂れたりとかもしないしね。いいですね。ちょっと欲しいですね、これ。めっちゃいい。でも、今美味しいって言ってくれたんですけど、私的には、やっぱワイングラスで飲みたいなって思いました。全然違いますか？いや、私はやっぱずっと桔梗ワイングラスで飲んでるんで、なんかやっぱり美味しいけど、なんか私的なこの桔梗の良さって香り豊かなところが最初にやっぱ香りがすっごい綺麗だし、本当に華やかで、それがすごいテンション上がるんで、ちょっとワイングラスに変えた方がいいかも。はい。ちょっとこれをこのまま入れて。ちょっとこれで見て飲んでもらっていいですか？確か香りが全然違いますね。この香りが、もうほんとメロンみたいな。はい。本当にこれがめっちゃいいと思って。なんか日本酒なんだけど、本当にワインスタイルの、田辺さんが作ってるのもあって、ワインスタイルのお酒なんで、その香りが命なんですよね。いい。華やか。なんか、これだけで満たされる。そう。なんかやっぱいいものを飲んでる、高揚感ありますよね。確かに。美味しい。美味しい。これもちょっと入れちゃおう。なんか、ワイングラスで飲んだ方が軽やかな口当たり確かに確かに感じました。そうですね。口当たりが本当に軽やかかも。で、華やかなんだけど、しっかりと酸というか、ワインで言うと酸なんだけど、日本酒ちょっとなんていうかわかんないけど、しっかり最後にキレがあるというか。キレがあります。だからすごい辛口でもありますよね。ちゃんと辛口の日本酒なんだけど、華やかさもあって、それこそ本当ワインスタイルでいいなって。なんかご飯を食べながらでもすごい合うし、和食以外にも合いそうな。そう。なんか本当にフレンチとかにも全然合うと思う。食べましょうか。すごい美味しそう。なんかいろいろ頼んでみました。なんか桔梗に合いそうなものを。このホタテとか最初食べます。いいですね。ホタテ。ホタテ。ホタテを食べて。美味しい。美味しい。だから日本酒って私いいなと思うのが、和食に絶対合いますよね。確かに。結局そのペアリングもちろんさっきメニュー見て、これに合いそうなの選んだけど、正直何でも合うと思う。なんかワインって、ペアリングって結構難しいなって思うんですけど、それこそ、例えば和食にワイン合わせるって結構難しい。場合によっては生臭くなったりする可能性もあるじゃないですか。けど、日本酒だったら基本どれにでも合うと思うんで。確かに。
いいですよね。いいですねこういうやっぱりジャパニーズフュージョンみたいなお店だったらやっぱぴったりだなとぴったりです思いまねす。。うん舞さん、お久しぶりですね、本当に。2ヶ月半、めっちゃ、なんか私、舞さんのスケジュールずっと見てましたけど、ねなんかめっちゃイベント立て続けに入ってなかったですか？そうですね。ね、いつも忙しいけど、でもやっぱり日本との行き来がはい。多かったりとか、うん。まあ、あとイベントもあったり、まあ、あとやっぱり年末っていうことで、そうですね。 2025年のうん年末までに終わらせなきゃいけないこととか、はい。あとやっぱその年始の準備とかっていうので、やっぱ年末って忙しいですよね。忙しいです。自分の頭の整理もすごいしたし、はいいろいろ忙しかったなって思います。そうですね。12月はポップアップがあったりとか、あとはジョン・カノヤさんでのテイスティングイベントが12月20日にあったりとか、あとはピラティスヨガのあ、そうそうフそう。ォーニーさんの1周年パーティーもありましたし、まさかの TRX での販売開始っていうところで、それもね、いろいろ動かれてたりとか、あとはヒノキ坂さんでのあリッツカールトン東京のそうですね、桔梗のこの桔梗のディナーも、はい、させていただいてありましたし、で、またジョン・カノヤさんで2月14日のバレンタインにですテイね。スティングイベントもありましたし、はいっていうところで、はい。確かに、そう聞くといろいろやってます。2ヶ月なんですね、それ。はい。そうですよ。なるほどね。まあ、大きいこと、自分の中での大きいことはいとして、ジョン・カナヤさんとサンクチュアリ日光さんにオリジナルボトルを納品したっていうのもこの2ヶ月でやってて。あ、そうだったんですか。そうなんですよ。マイアムのはい1杯分のサイズに、そのブランドのロゴを入れて、はいオリジナルジョンカナヤさんとの、かのそうです。へーオリジナルデザイン、マイアムワインっていうロゴは入れずに、オリジナルのボトルとして納品いいですね。はいあーしていて、それがね、そう実は私の中では大きいことなんですよ。なんでかっていうと、ずーっとマイアムワインイコールグラス1杯分のワインはい。っていうことでやってきてたんですけど、いろんな輸入コストとか箱とか全てが値上がりしてるじゃないですか。はい。だから結構いろいろ見直してみると、ちょっとなんだろう、ね、価格を上げないと会社としてやっていけないなみたいな感じになっていて、でもなんか最終消費者の方になるべく負担させたくないって思ってるんですね。はい。でやっぱりなるべく多くの人に手に取ってほしいし、なるべく適正価格で出したいって思いがあるんで、だから私みたいな小さい会社だったり、コストがね、その大きい企業みたいにすごいかかってるわけじゃないので、だからこそ価格で出せてると思う。でそれが結構皆さんに認めてもらってると思ってるんですね。で私もやっぱその価値を提供したいから、これでなんか 30% 値上げとかってなると、なんかどうかなって思いがあったので、そこでちょっと私的な結構転機というか考えて、今までその、ホテルとか、そのチョコレート屋さんとかパテ屋さんとか、それこそギフトショップとかにこう卸っていうのをマイアムワインとしての卸をやってたんですけど、それをやめるっていう決断をしたんですよね。そう、年末に。めっちゃ大きい決断ですよね、そうそれって。グラス一杯の幸せっていう輪を広げるっていうか、はい。それはマイアムワインっていうブランドだけじゃなくて、いろんなブランドがやってもいいのかなと思ってて、はい。だけどこの1杯分のサイズでボトリングする技術だったりとか、そこのボトリング会社と取引してるのはうちだけなので、日本で。なのでうちを通してっていう形にはなるんですけど、その代わり輸入業とか、はい。全てこちらがやるので、そういう感じでこう日本にいる方が気軽に買ってもらえるはい。形にしたいと思って、それは結構自分の中では去年の年末大きな決断。これこうやってでもそういう新しい試みとかも。そうで、それもが一つと、はい。あとはやっぱりその東京にも家を構えたっていうところも一つですね。それも年末の決断だったんですけど、だから本当この2ヶ月の話だけど、決めてすぐオンラインで内覧してはい。決めましたけど。オンラインで内覧して。そう。で、今回、帰った時はそこの家に住んでたんですけど、
やっぱいいなと思って、やっぱりその拠点というのがあるのがいいなと思ったので、はい、今後は本当マレーシアと東京で2拠点していきたいなっていうふうに決めたのもこの2ヶ月。すごいですね。判断ともうめっちゃやってますし、もう動いてもいるっていうイベントで。そうですね、はい、決めたらすぐ動くっていう感じですね。改めてその Going My Way でいいんだって思う出来事は、この数ヶ月たくさんあったなって。例えばどんな出来事が？やっぱり会社としてこうあるべきとか、はい、経営者として母としてこうあるべきっていう姿ってあるじゃないですか。はい、私は割とそうじゃないと思ってるんですけど、自分はそういうことにあんまり惑わされないタイプと思っているんだけれども、やっぱりまだそれが残ってたとこがあったんですよ。それに気づいたって感じ。あ、ここ私もしかしたらちょっと自分軸じゃなくて世間軸で判断してたかもみたいな。例えば会社組織にはこういうことが必要とか、ちょっとカメラでは言えないですけど細かい話は、はい、でも会社の中ではこういう風にするべきとか、そういうのって私らしくやればいいと思うんですね、結果、はい、けどなんかちょっとそこに捉えたなって思ったりもして、なんかこうマイさんとお話ししてて、前の動画でも出てきたこのキーワード、自分軸っていうところですね。やっぱりそこはしっかり持っておかないと、うまいこと物事が進んでいかないっていうことなんですか、やっぱり。なんか自分軸で動いてても、まだまだなんかそうじゃなかった部分が気づいたってこと。漏れてた部分っていうか、あ、そういえばみたいな。そういえばここ自分軸じゃなかったっていうことになんかちょこちょこ出てくるんですよね、そういうことが。あ、これは自分で判断したことじゃなかったじゃんとか。でもそういうのにたくさん気づかされた数ヶ月だったかも。じゃあ本当に激動の2ヶ月半っていう感じだったんですか？感情はすごかったですね。感情のジェットコースターみたいな感じ。いろいろこう実績もあってマレーシアでもビジネスしててっていう方でもやっぱりまだまだこう思い悩むこととかあるんですか？いや私はもう本当にまだまだって思ってるんですよ。なんかもしかしたらキラキラ見えたりとかって思われるかもしれないんですけど、自分的にはこれからって感じですね。自分的に今まではもう本当に練習ぐらいの気持ち。11年目にしてこれから本当に自分軸でやっていこうって結構決意してて、やっぱり今まではたくさんのいろんな人の意見とかいろんな人の考えとか私が学ぶプロセスとか、まあ、今もちろんね常に学びはあるんですけど、本当にやっと自分軸で考えて、自分のやり方でできそうな気がしてて今、なんか自分の中では感覚的なんですけどいい道に乗ってる感じがするんですよ。今正しい方向に行ってる感覚がある。でも本当にその道のスタート地点みたいな気持ちですね。その道は今見つけたような気がするみたいな。すごいですね。11年目でやっぱりそういう新しい気持ちになれるっていうのも、やっぱりこういろいろ試行錯誤してきたからとかっていうのがやっぱりあるんですかね。視聴者の方にもちょっと分かるようにというか、自分軸じゃなくなるとどういう結果を招いてしまうのかとか、どうなっちゃうんですかね。自分軸を持ってないと。なんかそこもちょっと学んでこられた部分もあるかと思うんですけど、たくさん学んでます。自分軸で判断しないと、結果何かが起きた時に、人のせいにしたくなっちゃうんですよ。でも人のせいにするの良くなくって、それを自分のせいって思えるかどうか。かと思ってて、で結局自分で選んだ道を選んでいっ
行っていれば、自分が選んだ道だから後悔はないじゃないですか。はい。あの時自分はああいう風に選んだんだからしょうがないよね。あの時の自分はこうやって判断したんだからしょうがないよねって思えるけど、他人に言われたことをやったとしたら、あの人に言われたからこうしちゃったけど失敗したっていう風に思うと、あの人のせいってみんな思っちゃうんですよね。でもその人のせいではなくて、はい、その人の意見を聞いた自分のせいなの。はい、そうそう。だから他人軸で生きるっていうのはそういうことですよね。他人軸で判断しちゃうと、結局自分に降りかかってきた時に自分で責任を負えなくなる。自分でコントロールしたいなら自分軸で、かなって思いますね。まあもちろん失敗しないと分かんないこともたくさんあるし、私もそうだったんですけど。2026年は結構幸先がいいというか、いいスタートダッシュが切れたみたいな感じですね。そうですね。だからそういう意味では、本当2026年って2月からって言いません？なんかその新年って、チャイニーズニューイヤー2月だけど、日本だと節分って言うじゃないですか。節分までにいろいろと整理して、節分からがある意味新年みたいなってよく言われるんですけど、まさにその通りな感じで、私も1月末までにいろんなものを整理した感じ。で、2月から新しく、始まったことが多いので、流れには乗れてるのかなって。本当に1月辛かったけど。でも2月から新たな新しい思いで、自分の気持ちも整理されて、スタートできてる感じがあって。なんか今年は本当楽しみですね。まだまだこれからやっていきたいっていうのがやっぱり面白いです。いやー、全然まだまだですね。全然これからだなって思ってて、で自分も一回妊娠出産して、ちょっと、ある意味産後うつだったのかな。なんか少し自分の中でもうこれ以上自分はできないかもって思ってた時期があるんですよ。まいさんにもその時期があったんですか？それこそ会社売却とか考えてた。そのいい意味での売却っていうよりは、一旦売却して、その自分の負担を減らしたいみたいな気持ちになっちゃったことがあって、今思えば産後うつだったなって思うんだけど、売却しなくてよかったなってもちろん思ってるし、産後うつを多分が終わったんで、今はむしろこれからだと思ってます。今までの結局10年かけて、最初一人で始めて、でそこから社員雇ったり、会社組織作ったり、もう本当に会社として法人として動いていきたいっていう気持ちが途中あったので、自分で仕組みが作って、自分は社長としてっていうふうに思ってやってきたんですけど、結局、ある意味戻ってるって言いたくないけど、でも、やってることは戻っていて、結局今一人なんですね。一人というか、結局今は社員を抱えない会社を作りたいと思ってるんですよ。自分はマネージメントとかするわけではなく、その、経営というか、その自分の会社のディレクションを決めるのは自分なんだけど、他の業務、自分がやらなくてもいい業務とか、自分より長けてる人がやった方がいい業務っていうのは、業務委託っていう形で振っていくっていうスタイルに今変えたので、それが自分にとってはすごい合ってるなって今思ってて。で、それも、本当にある意味、やっと、一回経験して、会社作りとか、いろいろ経験して、見て、そこに今たどり着いてるんで、戻ってるけど、めっちゃ学んでるみたいな。そっちの方向性に決めてから、やっぱり、マイさんのその脳のリソースが減ったりとか、新しいことに時間割けてるっていう感覚はあります。本当にそうなんです。おっしゃる通りで。やっぱり自分がやるべきことができてる感覚が今。そう。なんかこんなこと自分がやんなくてもいいのにみたいなことを今までやってた感じがしてて。けど、今は本当に自分が朝起きて、自分でヨガ行ったり、はるくんと遊んだり、そういう時間も持ちながらも、今日はこれは絶対にやんなきゃいけないなっていうことが
俯瞰して見れるんですね。うん。例えばですけど、今だったらマイアムワインで11周年目のブランドになるので、マイアムワインっていうものをもう一回形にしてパンフレット作りたいなとか思ってて、でそれをしかも日英両方で、で自分で考案したりとかする時間を持てたりとか。あと、ジョン・カネヤさんもね、イベント、12月もされて、2月もされてたじゃないですか。はい。どうでしたイベントの方は。イベントもう本当に来てくださる方たちが、いい方たちばっかりで、新たな出会いもあって、すごい良かったです。なんかそもそもマイアムのお客様で、もうすでに商品買ってくださってる方とかも、まあお会いしたことない方が初めて来てくださったりとか、すごい嬉しかったですし、ジョン・カナヤさんの方のお客様も来てくださって、マイアムを初めて飲むみたいな方もいらっしゃったから、なんか本当に相互にいいイベントだったなって思ってて、で、ジョン・カナヤさんのお客様とマイアムのお客様って価値観合うなっていうのも改めて感じたので、やっぱりなんか、本当に類は友を呼ぶじゃないけど、価値観が合う人ってなんか繋がりますよね。お客様同士もそれで仲良くなったりしてて。やっぱりみんな感覚が合うから仲良くなれるわけじゃないですか。そういう輪をどんどん広げていくっていう感じですね。よかったなって。私ヒノキ坂のイベントもすごい気になって。そう、めっちゃ素敵だった、あれも。リッツ・カールトンの45階のお店なんですけど。しかも角の個室で、全面夜景。それだけでもテンション上がる。招待制でというか。あれはもう完全に招待制で。本当に声掛けっていう形でやらせていただいてて。そう。でもあれもやっぱりね、田辺さんの方もアップされてたりとかして、それ、どこで申し込めるんですかとか、また次会ったら行きたいですみたいな声もあったみたいなのでね、そう、定期的にできたらなとは思ってるんですけど。やっぱり美味しいご飯と、まあ、素敵な人たちと、美味しいお酒、そして素敵なロケーション、もう幸せですよね。それが一番の幸せだなって。本当に。本当に思って。幸せになれないわけがないっていう感じ。すごい幸せな空気が漂ってそうです。ここに来てくださった方も本当素敵な人たちばっかりで。私は今回、初めましての方ばっかりだったんですけど、本当に皆さん素敵で、嬉しかったですね。お会いできて。写真見ていいなと思いながら、どうやったら参加できるのかなってぜひ次は来てください。そう。すごい大変な2ヶ月だったと思うんですけど、すごい充実してますね。充実はしてるかな。まあ大変なことも多いけど。でも本当に今年はもうちょっと楽になるような気がしてますね。体制をきちんと整えてきたので、去年。自分がもうちょっと余裕を持って、いろいろ、それこそピラティスも週3とか行きたいんですよ。行けるようにちょっと整ってきているんじゃないかなと思う。やっぱ健康第一ですしね。そうですね。やっぱり健康とお酒を飲んで美しくっていうのもテーマであるじゃないですか。本当にいつまでも美しくお酒を飲んでいたい。いいです。っていうためには、やっぱり食べ物だったり、運動とか体には気をつけないとですよね。そのヒントをこの Going My Way チャンネルで、そうですね。皆さんのそれぞれの Going My Way っていう形が見つかるといいですよね。今めちゃめちゃいい言葉いただきました。そうですね。マイさんの真似を全部するっていうわけじゃなくて、そう、人それぞれ違うんで、私の人生を全く繰り返すことはできないと思うんですけど。確かにそうですね。
繰り返して欲しくもないし。だけど、それ人それぞれが going my way で、みんなが自分軸で生きた上でみんなが助け合うみたいな、はい。そういう世界がいいなとは思います。ありがとうございます。いろいろたくさんお話ありがとうございます。大丈夫だったかな高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。Cheers!